どうもこんにちは、ゆうです。で、今日はすごくラフに話していこうかなって思ってるんですけど、その何を話すのかっていうと、最近の僕どんなことをしてるのかとか、僕が悩んでることとか、本当何でも気軽に話していこうかなと思ってます。でね、最近本当に忙しくて、本当に悩んでることがあって、それっていうのはrecently I've been so busy that I haven't been studying English at all. And because of that, I've also been creating content in English less frequently. But that's not good, right? That's why I'm speaking English right now. だけど、本当に英語って僕にとってはすごい難しいんだよね。そんな簡単なことではなくて、やっぱり第二言語として英語を勉強して英語を話すっていうのは日本人の僕にとっては難しくて、結構ね勇気がいることだしプレッシャーもかかる。だけど僕はそれじゃダメだと思ってるんですよね。だって僕には夢があるからね。僕の夢っていうのは日本でクリエイターとして有名になりたいとかではなくて、で海外の人に向けてねコンテンツをたくさん作っていきたいんですよ。でそれで海外の人が楽しんでくれるようなね、いろんな人が見てくれるようなチャンネルっていうのを作っていきたいなと思ってて、だから僕はそのためには日本語だけじゃなくてやっぱり英語を話すことっていうのも自分では大事だと思ったんですよね。でそれで、英語を勉強しなければいけないなって思ったんですよ。でそれは決して間違ってないと思うんですよね。ただ僕今コンテンツクリエイターとして独立してるんですよね。だからどこか別の会社でね働いてるわけじゃないし、自分一人で全てやってるんですよ、仕事も。例えばフォトグラファーとして写真を撮影したりとか、ビデオグラファーとしてビデオエディッティングをしたりとか、あとはコンテンツクリエイターとして動画を発信したりとか、あるいはカメラ機材の紹介をしたりとか、インフルエンサーとしての仕事もしたりとか、そうやって生計を立てているので、なので僕は結構ね一人で仕事をするっていうのはなかなかね時間の捻出が難しいこともあるんですよ。でもそうやって言ってたらいつまで経ってもね英語も勉強できないし、自分の夢叶わないじゃないですか。だから僕は最近本当にちょっとタイムマネジメントしっかりしなきゃいけないなって思ってて、だからね本当にどうしようと思ってます。なんとかしないといけないですよね。ただなんだろうね、一時期動画たくさん作るために早起きしたりとかして睡眠時間を削ったりしてたんですよ。でそしたらどうなったかっていうと、もう本当に疲れちゃって、で食事も全然できなくなっちゃって、で痩せちゃったりとかして、でもそれじゃ自分の体壊しちゃうじゃないですか。だからそれはやめた方がいいと思うんですよね。だからもっと効率よく仕事ができるようにしないといけないのかなと思ってます。で、なんというか仕事って本当難しいと思うんですよね。でも仕事をやりながら英語を勉強するとか、あとは僕結構動画編集っていうのもかなり力入れてやっていきたいなって思ってて、でこういうねラフに話す動画っていうのも僕にとってはすごく大事だし、で結構ねこういうのって愛されると思うんですよね。だから好きな人もいると思うんですよ、こういう風にラフに話すっていうのが。で僕はかっこいいコンテンツも作りたいけど、でもみんなとね身近にコミュニケーションを取れるようなでそういうコンテンツも作りたいから、でこういうのも大事にしたいんだけど、例えば 3DCG とか使ったり、結構ね実写合成とか使ったりとかクリエイティブなねかっこいい映像を作りたいっていう僕の目標もあるので、そのためにはやっぱり高度なアフターエフェクツの勉強をしたりとかしなきゃいけなくて、でそのためにすごいハイスペックなパソコンが必要だったりとか、勉強の時間が必要だったりとか、でそういう時間もねやっぱ捻出していかなきゃいけないんですよね。だから本当にさっきも言ったけどタイムマネジメントっていうのをもう少ししっかりしないといつまで経っても成長できないんじゃないかなって思ってて、でもそれじゃあ僕のね夢の障害になっちゃうから、せっかく
コンテンツクリエイターとして独立して、で普通のね会社で働くよりは時間ができたわけだから、もっともっとうまくやらなきゃいけないなって本当思ってるんですよね。でやっぱり一人でやるっていうのも結構大変だなって思います。プレッシャーもあるしね。例えば僕がね今の自分の一人でやってる仕事でさ、失敗してしまったら結構人生やばいって思うんですよ。だけど僕は失敗はしない。絶対に頑張り続けるし、結果出し続けるし、そういう覚悟を持ってクリエイターになったから、だから僕は頑張り続けます。夢を持つってね結構本当に大事なことだと思うんですよ。で目標とかはできればハードルは高い方がいいのかなって思ってて、で簡単な目標を設定してもでそれをクリアした時の達成感とか満足感ってそんなにたくさん得られないかもしれないじゃないですか。でもやっぱり高いハードルを掲げて、それを超えた時っていうのは嬉しいだけじゃなくて人として成長できるんじゃないかなって思うんですよ。だから僕もね、こういう風になりたいなっていう人はいるし、こういうクリエイターを目指したいなっていう人もいるし、英語たくさん喋れるようになりたいなって思うし、もっともっと頑張らなければいけないなって思ってます。ちょっと話は変わるんだけど、部屋がねすごい汚れててすみません。本当に忙しくて片付ける暇がなかった。だからこれもね言い訳ですよね。ちょっと良くないなって思ってます。もう少しね部屋きれいにしたりとか、時間作ったりとか、いろいろ頑張らないといけないですよね。そういえば僕が使ってる今カメラが机にあるので、いくつか見てもらおうかな。これが僕のメインカメラのソニー α7R5 です。でこれもね本当に高かったんですよ。で僕がクリエイターとして独立したタイミングで買ったカメラなんですけど、これだけで55万円ぐらいしたんじゃないかな。本当にね怖かった買うの。だけどこのカメラと一緒に成長していきたいって僕は思ってるから、だから買ったことに後悔はないです。で次によく使うのがこのコンパクトカメラの、ソニー α7C ですね。ソニー α7C も結構使ってます。でこれは結構コンパクトなカメラですごい使いやすいんですよね。すごく軽くて。で僕のねメインカメラなんかは結構重いんですよ。重いのでやっぱ軽いカメラがねあるとすごいいいと思います。であとはα7-3 ですね。でこの α7-3 っていうのはスタンダード機なんですけど、結構やっぱり女性にもね男性にも持ちやすいサイズ感で、そんなにねめちゃくちゃ軽いってわけじゃないんですけど、カメラを好きな人とか、あるいはこれからカメラ始める人とかにも結構いいカメラなのかなって思ってます。ですごい使いやすいので、ちょっとね最近使う機会減っちゃったんですけど、でもなんか思い出深いというかね、自分の中でねこのカメラと一緒に成長してきたっていうのがあるから、なかなか手放せないです。で結構ね僕物そんなにたくさん持ってるわけじゃないんですよ。だけど使わないものなかなかね捨てられなくて、でたくさん物があったら捨てなきゃいけないって思うんだけど、なんかやっぱり思い出があるじゃないですか、それぞれに。例えばねこのレンズなんか僕にとって本当にめちゃくちゃ思い出深いレンズなんですよね。初めてこの望遠のレンズ手に入れた時に本当に嬉しくて、もうずっと欲しかったんですよ。だから例えばこれよりいいレンズを買ったとしても、なかなかこのレンズをね処分するっていうのは難しいんですよ、僕にとっては。だって思い出なんだもん。僕にとってはさ家族みたいなレンズなんですよ。友達というか家族というか本当に大事なね思い出じゃないですか。でそういうのってなかなか手放せなくないですか。僕はできない。だからなかなかカメラ機材とかね撮影機材は処分できないんですよね。
本当はね良くないのかもしれないけど、でも言い方を変えればその物を大事にしてるっていうふうに思ってほしいなって思ってて、そんなにたくさんね余計なものを持ってるわけじゃないからさ、例えばねちょっとね本とかねこういっぱいあるけど、でもねそんなにね例えば服とかたくさん持ってるわけじゃないし、そんなにこう、めちゃくちゃ汚いような部屋じゃないとは思うんだよね。わかんないけど、結構やっぱり僕の視聴者って女性の方が多いんですよ。で女性の方ってやっぱりその部屋をきれいにしていたりとか綺麗好きな方が多いので、そういう方と比べるともしかしたらね僕は結構そういうところがしっかりできてないのかもしれないけど、どうですか皆さん、この部屋を見た時にこう少し汚いなとかあります？で多分ちょっとね汚いと思うんですよ。特に今この下とかには撮影機材とかあって、例えばねそうだな、こう壁の方にこういうね、三脚とかねでっかい三脚があったりとか、いろんなのあるんですよね。でカメラ機材紹介しなければいけない関係でこういう、カメラ機材がね送られてきたりするので、結構多いんですけど、であとはねこうインスタ360のカメラとかね、これはね結構よく使うから身近なところに置いてるんですけど、だけどねもう少しね棚とか買ってで整理しないといけないなとは思ってます。ちょっとね物が増えちゃったから床にね物を置くことが増えちゃって、それはあんま良くないですよね。誰か急に例えば友達とかが僕の家に来た時にごめんね今ちょっと散らかってるんだっていう風に言わなければいけなくなっちゃうっていうのは、あんま良くないかなと思います。なのでちょっとね棚をね買います。約束します。今日棚買います。皆さんもね掃除好きだと思うんですけど、僕も掃除嫌いじゃないんですよ。好きなんですよ。だけど時間がなかったの、ごめんなさい。なんかすごく、ラフにこうやって話してるけど、僕は結構ねこういうのやっぱ好きだな。自然な感じで動画撮れるっていうのはね僕にとっては本当に嬉しいことなんですよ。なんかこう自分のねキャラクターを作って発信するっていう YouTuber すごい多いんだけど、本当はねそれが最適解というか適切なのかもしれないけど、でも僕はこうあんまり自分をすごいねかっこよく見せるとか、そういうのもね大事だとは思うんだけど、ありのままの自分を、皆さんに好きになってほしいなっていうのがあって、だから自然な僕を見てほしいなと思ってます。ただねそのコンテンツによってはねかっこよく、撮りたいのでそういうのも見てくれたら嬉しいなって思うんですけど、でも基本的には自然の僕を見てほしいなと思ってます。何の話してたのかもねだんだんよく分かんなくなってきたんですけど、なんだろう、今日の動画ってなんだろうね、ショートライフアップデートって感じなのかな。最近本当に日本寒くなってきて、12月1日なんですけど今日は本当になんか1年間あっという間でしたね。でとにかく僕がこうクリエイターとして独立してからは本当に時の流れ早くて、最初の方はねすごいやりたいことに集中できてたから、なんか意外とね集中してると時間って経つの早いのかなと思ったんだけど、そうでもなくて一日一日がねすごい濃くてゆっくりに感じたんですよ。でも最近はなんかね急に時間の流れが早くなってきた。ちょっと仕事が増えたからなのかな、わかんないけど、だからもっともっと一日一日を大切にしてやっぱ英語とか勉強したいなって思ってます。でクリスマスね近づいてきて、クリスマスのねイベントにもちょっと行きたいな。六本木のイルミネーションとか行く予定だったんですけど、ただちょっとこの前用事ができて行けなくなっちゃったので、六本木のイルミネーションとか恵比寿もねイルミネーションってやってるんですよ。恵比寿のイルミネーションはね子供の頃よく行ったから別に今行かなくてもいいかなって思うんだけど、ちょっとなんかクリスマスっぽいことしたいですよね。
あとは最近ちょっと友達と会うことも少し増えてきて、まあもちろん仕事のね隙間時間にできた時間で、会うんですけど、なんかこうみんな頑張ってるなって思うんですよね。だから僕ももっと頑張んなきゃなって本当に思ってます。最近ね、インスタ360さんからこのインスタ360エースプロってやつが出たんですけど、でこれは別に仕事として皆さんにねカメラを紹介してるわけじゃなくて、でこのねアクションカメラ本当に僕気に入ってて、で僕はアクションカメラって今まであんまり興味なかったんですよ。カメラの仕事をしてるのにあんまりこういうこと言っちゃいけないと思うんだけど、でもアクションカメラって本当いいなって思いました、ね、こういうのね。でアクションカメラって通常みんなね知ってるのは GoPro とかだと思うんだけど、でもねインスタ360のアクションカメラすごくいいので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。AI 編集とかすごくかっこいいなって思うし、これねフリップ式でこういう風にね自分のことをこうやって撮れるようになってるので、すごい便利で Vlog とかにも結構使えそうですよね。なんかね、こんなにね自分がね動画をラフに撮ってることがね今までもなかったから、どうしちゃったんだろう自分っていう風に思いながらね動画撮ってるんですけど、まあでもいっかこういうのもねいいよね。で僕はね皆さん知ってると思うんだけど、サブスクライバーの皆さんと結構本当に親密な関係になりたいなって思ってて、だからコメントも全部読んでるし、僕のことをねすごい知ってほしいし、皆さんのことも知りたいんですよ。だからたくさんコメントくれたら嬉しいし、インスタグラムとかでねメッセージもください。なかなか全てのメッセージをね読むことできてないんですけど、少しずつ読んで返事ができたらいいなって本当に思ってるので、あとねメールアドレスにメールくれる人も多いんですよ。本当に嬉しいなって思ってます。あったかいメールとかねたくさんくれるので。ただ本当に申し訳ないって思うのは、やっぱり僕英語セカンドランゲージなので、なかなか全てにお返事ができないっていう、そういうのが申し訳ないなと思ってて、結構時間かかっちゃうんですよね。もし日本語でね皆さんがコメントくれたりとか、日本語でメッセージくれたりとか、日本語でメールをくれたりしたら、僕はすぐにね日本語で返すことはできるんですけど、英語だとね結構考えちゃってなかなか時間がねかかっちゃうんですよ。だからもし日本語で皆さんがコメント、メッセージ、メールくれたら、僕すぐに日本語で返します。でこれはもう約束します。クリスマスねもう本当に近づいてますけど、皆さんクリスマス何しますか？クリスマスはねなんか美味しいところでご飯食べたいなと思ってます。で皆さん本当にいつも動画を見てくれてありがとうございます。で僕はこれからも頑張っていきます。なので皆さんも目標とかね夢に向かって頑張ってほしいなと思ってます。なんだか本当に何も考えずに動画を撮ってしまいましたけど、少しでもね楽しいと思ってもらえたら嬉しいです。じゃあ皆さんまたね。